こんにちは、かなこです。今日は光の手という本を紹介したいと思います。これは私のエネルギーについての土台となっている本で、今までにもう何度も読み返してきた本なんです。どうしてそんなに何度も読んできたかというと、一番の理由は私はこの本の著者のバーバラ・アン・ブレナンさんが設立したヒーリングの学校に4年間行って2001年に卒業したからなんですね。その学校はバーバラ・ブレナンスクール・オブ・ヒーリングという名前で略して BBSH と呼ばれています。その学校の生徒はみんなバーバラって呼んでいるので、私も動画でバーバラと呼び捨てにさせていただくんですけど、バーバラが書いたこの本はその学校の入門書であり教科書でもあったんですね。なのでこの本は学校に入学前、在学中、卒業してからももう何度も読んだんです。そして何度も読んでいるもう一つの理由は、この本に書かれてあることはとても奥が深くて、もう読み返すたびに新しい発見があるというか、自分の人生の体験が深まるほど書かれてある内容が腑に落ちてくるっていう、そんな本だからなんです。つまり何度読んでも新しい発見がある本なんです。それでどうしてフラワーエッセンスのチャンネルでエネルギーの本を紹介するかというと、2つ理由があります。まず1つは、ある程度エネルギーのことが分かった方がエッセンスのメッセージが明確に分かるからなんですね。そして2つ目は、フラワーエッセンスを使う最終的な目的はこの本に書かれてあるスピリチュアルな進化をしていくことと同じだからです。それらを具体的に説明しますと、1つ目のエネルギーのことが分かった方がエッセンスのメッセージが明確に分かるということについてなんですが、以前の動画でも話題が出たことがあるんですけど、バウンダリーとかグランディングとかチャクラとか、そういった言葉が出てきた時にそれがどんな意味なのかが分かっていると、フラワーエッセンスのメッセージがスッと理解できるんです。理解するには自分の中でそれを体験している必要があります。自分のグランディングの体験、自分のバウンダリーの体験、これはしっかりグランディングできてないと理解できないとか、バウンダリをしっかり保ってないとバウンダリは理解できないという上手にできた体験が必要ということではなくって、自分の中でそれを探求している体験が必要ということです。完璧にグランディングできなければいけないわけではないし、完璧なバウンダリを持っていなければいけないということではなく、ただそれを自分で意識して自分の中で体験しているかどうかということなんですね。で、なぜそういった体験を持つ必要があるかというと、頭で理解しただけのことというのは実践では使えないからなんです。それをやってみて、いろんな体験をして、いろんな体験を通して体感したことだけが実践で使えるんです。実践というのは、自分の人生であったり、自分がセラピーを誰かにすることであったり、いろいろなんですが、バッチのフラワーエッセンスの場合はエッセンスの説明としてそれほどエネルギー的な言葉としては出てこないんですけど、アラスカンエッセンスの場合はバウンダリー、グラウンディング、チャクラとか、そういったエネルギーの概念がエッセンスの説明として出てくるんですね。なのである程度エネルギー的なことが分かった方がエッセンスのメッセージがよりはっきりと理解できます。そしてフラワーエッセンスというのはお花のエネルギーが水に転写されたものです。それが人間のエネルギーの体に働きかけます。ここでフラワーエッセンスって心に働きかけるんじゃないの？エネルギーの体って不思議に思うかもしれないんですが、心とエネルギーの体、エネルギーの体ってオーラのことなんですけど、もうそれらって関連してるんですね。皆さんも聞いたことあるかもしれないんですが、例えばもうムッカーとかメラメラ怒っている時はオーラに赤色が入ってくるとか、それとか喜びを感じている時はオーラがオレンジ色がかるとか、そういった心の状態でオーラの色が変化するというのを聞いたことないでしょうか。こんな風にエネルギーの体イコールオーラは
心理状態と密接に関係してるんです。なので心に働きかけるということはある意味エネルギーに働きかけるというのと同じことなんですね。フラワーエッセンスとエネルギーは切っても切れない関係があります。人間の存在っていうのは肉体だけでなくエネルギーであるというのはもう常識になってきているので、フラワーエッセンスをするにしてもしないにしてもエネルギーを理解するのは自分を理解する上でもとっても大切なことなんですね。そして2番目のフラワーエッセンスを使っていく目的は、この本に書いてあるスピリチュアル的な進化と同じことだということについて、それって言い換えればより幸せに生きていくということでもあります。前の動画でフラワーエッセンスが助けてくれる幸せの種類というのがあるので、そちらもよかったら見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。それでこのスピリチュアル的進化っていうのは、私の場合は何を意味するかというと、自分の内面の世界を探求していくという意味になるんですけど、この本にはそれについてたくさんのことが書かれてるんです。そして自分が探求していく時にもこの本に書かれていることは、ヒントになるというか、新しい世界を垣間見れるというか、とっても指針となる本なんですね。すごく高い視点で私たち人間の進化や成長についてが書かれています。それは別の言い方で言うと、自分自身の神性、神の性質の神性ですね。それに近づく旅をするということです。この神性というのはバッチのフラワーエッセンスのバッチが言うところの全能の神からの火花と同じものです。バーバラの本では癒しの光の方に出てくるんですけど、2冊目になるんですが、コアスターとかコアエッセンスと呼ばれるものです。私も自分の人生のすべてで自分の神の性質を輝かせて生きているかというと、それはまだできないんですけど、その人生すべてではできないんですけど、そのための旅をずっと続けています。そしてその旅で得たものを進化とか成長というんだと私は思っています。それがただ人間の進化と成長って言葉で言ってはみてもちょっと抽象的すぎてなかなか意味がつかめないと思うんですけど、それを補うのがこの本の中にふんだんに出てくるバーバラが行ったヒーリングの例なんですね。この本の特徴の一つでもあるんですけど、この本には著者のバーバラが行ったヒーリングの実例がたくさん載ってるんです。バーバラのヒーリングを受けてこの人生が変化していく人たちのストーリーをそれを知るのは純粋に面白いし、こんな風に人間は変化できる可能性を持っているんだなって興味深いと言いますか、人間ってこんな風に変わっていけるんだな、成長していけるんだなっていうのがすっと理解できるんですね。その人たちが人生を変化させたということは、読んでいる私たちも人生を変えることができるということなんですよね。だからなんだか希望が湧くというか、ワクワクするっていうか、そしてそのバーバラがヒーリングを行った人たちの人生が変化するにつれて、その人たちのエネルギーの体がどう変わっていったかが詳しく書かれていて、それも面白い点なんです。エネルギーの体というのはオーラとか、あとは、私たち人間の存在のオーラよりももっと奥の次元についてのことです。実践しながら体感しながらでないと理解が難しい部分もある本なんですけど、読むだけで全てを理解するのは不可能な本なんですけど、本当におすすめの本です。それで次回の動画ではこの光の手の表紙になっているこのスーザン、この表紙の女性のヒーリングの例をお話ししようと思います。では次回の動画でまたお会いしましょう。